おめでとうございます。おめでとうございます。ここは鎌倉の長谷の川端さんの、お宅のお庭で、あんまりテレビにお出にならない川端さん、この度おめでたで特別おいでいただいて、こうしてお話を伺うことになったんですが、今度のことは、国の喜びでもあり、我々分団全体の喜びでもあり、川端さんのお喜びであることと私ども感じておりますけれども、私、三浦君、三島君と2人でこのいろんなことを思い出したり、それから何かして、私たちの気持ちを申し上げながらお話も伺いたいと思うわけですが、ゆうべからお疲れでございましょうか。ゆうべあんまり寝てなかったもんですから、でも大丈夫です。あんたゆうべからこちらで、ゆうべはちょっとお喜びに伺いまして、川端さんはいつ拝見してもですね、お元気だかどうだか分からなくて実はお元気なんですね。ですから今度もね、こういう騒ぎの中でも拝見してると私非常に安心しておりましてね、この調子なら川端さんも実にお元気だなと。そうですね。お作品の上でもそうだけど、力のセーブの仕方、力の出す場所はちゃんと心得ていらして、無駄はなさらない生き方全部がそういうような感じがして、その力の点でさっきもね、私考えておりましたんですが、川端さんは一番ですね、力を入れないで力をお使いになるっていう芸術上のコツをね、ご存知の芸術家じゃないかと思って、これはね、もうちょっとガテン性かもしれない、剣道でも一番強いタイプですね。そうですね。そうでしょうね。もう無構えの構えですね。この作品でも川端さんのご生活でも、そういうところはもうとても真似ても真似られないものだと思います。力を入れるとか入れないとかって、怠け者ですからね。力入れてる時間がないんじゃないですか。もう力を入れようと思う自分にはもう済んじゃってるんです。そうですか。そうですか。住んでてそれで作品がそこでも出来上がってるって素晴らしいと思いますね。だから一つも出来上がってないんですよ。昨日一昨日ですか、スウェーデンの人、新聞社に来てきて、勢いとかね、こととか、千羽鶴でも読んでるでしょうけど、これから始まるようなところで終わってますわね。そういう傾きはどのさんにも。このやはり構成のですね、ある意味で、非常に流れるような構成であると同時に、どこが始まりか終わりかわからないっていうものの新しさがね、私は西洋の人たちもだんだん目が覚めてきたんじゃないかと思うんです。もう必ず起承転結っていうのも飽きておりますしね。で今花が開いたところで終わるっていう終わり方ですね。そういうものが非常によく分かってくれたんじゃないかと本当思いますですね。日本文学ってものが私はどうしても今までこの一つの、島の孤立した言語の中で営まれてた世界だと思いますし、それなりのもう目の積み方、洗練され方も非常なもんだけども、それの一番目の積んだ一番洗練されたものがですね、こうやってノーベル賞をね取っていただいたってことはどんなに日本人勇気づけられるか分かんないと思います。そうですね。そうですね。私川端さんがノーベル賞をおもらいになって考えることは、この川端さんがここに今立っていらっしゃるけども、その前にも後ろにも人がつながっていましてね、明治時代から大貝とか東村とか、それから特に私挙げたような終生ですね。終生の今三島君の言われたような川端さんの生き方に終生だけがいくらか近いようなところがあるわけでして、から教科は私ども前から言ってたことですが、そういう川端さんより前の人たちの仕事が厚みをなしていると。で川端さんが前に立っていられると、またその後にもまた若い人たちが三島君をはじめつながっていると、そういうちょうど今川端さんが全体を代表してこれをお受けになったっていう感じがするんです。運がいいんでしょう。はい、それもありますね。拾い物みたいなもんですからね。それもあります。しかし、無益に拾い物じゃないんです。ですね。王様が歩いてたってね、金の束をしてって拾うとも限らないしね。
その次に百姓歩いてて拾うかもしれない。誰が拾うか、明日は誰が拾うかわからないですよ。そんなようなもんでしょ。まあそういうこともまあ川端さんお考えになるでしょうけれども、さっきまあ私がもらうならもらっていい人はたくさんおりますよね。まあ日本に限らずですね、アジアにもおそらくいるでしょう。まあ自分ではあまりその西洋の文学賞武器のような作品とは思わなかったんですけどね。はい、はい、そうですね。それはかえってお金なんでかな。それがやっぱり関心を引くというか。今日ですかね。はいはい。それ今日に捕まったのかもしれませんね。それからなんか僕は西洋っていうものもですね、日本で考えてるようなものだから西洋じゃないと思う。西洋じゃ歩いててあないでも怒ったんじゃない。例えばドビュッシーの音楽でもですね、何でもああいうものがあり、それからまあターナーの絵がありですね、いろんなものがあるのが西洋だと思うんですが、日本の近代文学はつまり川端さんのような文学が西洋のものでないような感じを持たしたんです。それはまた日本から見た西洋の間違いでもあると思いますね。今度私はこの非常にご受賞もう一つ嬉しいと思うのはこの日本の国内の影響ってこともね、大きいと思うんです。というのは今はですね文学っていうものが実際本当に必要とされているのかどうか疑問な時代で、精神的な糧としても何としてもですね、人が必死に文学を追い求めているのかどうか非常に疑問になってきた。その時にですね本当の文学がですねノーベル賞を受けたんだと。でこのノーベル賞を受けたものはこれこそ間違いのない文学なんだっていうところを分かってもらう。それはね川端さんの作品を初めてこれから改めて読む人もいるでしょう。そうするとこれはなかなか手強いぞってことが分かると思うんです。それは私は文学にとってどんなプラスになるか分からん。まあ川端さんも少数の人でもね、面白がる人は非常に面白がるんです。思いもかけないような小説かなんだか知らんけどもそういうものを読んだ気がするんじゃないんでしょうか。そうでしょう。そういう人にはまあ45人会いましたけどね。雪国なんかも実に新しい、とにかくこんなもの生まれてから読んだことないっていう強い人がありましたね。まあ川端さんが初めの構成なんかにあんまり関心を持たれていないようなお仕事の仕方だという話だったんですけども、そういうところがかえって注意を引くんじゃないでしょうか。そういうこういうところにそしてまあ私ども拝見しても後で書き足されたりしばらく置いてからまた書き始められたりする、そういうのは構造そのものよりも何をその中に盛るかというそういうものの非常に微妙なところのお仕事の急所が分かるっていうことが新しいことになるんじゃないかと思うんですね。でそういう点は西洋人には珍しいことじゃないかと思いますね。それと同時に私これから楽しみにしておりますのはね、川端さんのお作がこれからこれを機会にどんどん出ると思うんです、向こうでね。そうしますと、例えば「眠れる美女」なんていうのは非常な傑作だと思いますがね、これは川端さんのお作で非常に構成的でしょ。そうですね。それから「舞姫」なんていう作品もね、私あれ拝読した時に実にドラマティックで、人間関係が実にドラマティックで、これちょっと他の作品と違うなと思いました。そういうふうないろんなものがある。眠れる美女は特にそうですね、構成がしっかりカキッときちっといってますね。むしろ西洋的な作品ですね。終わりまできちっといってますね。でムードがまたちょっとヨーロッパ文学ないじゃないでしょうか。でどっかヨーロッパ文学的でもあるけれども、がまたちょっとヨーロッパ文学ないじゃないでしょうか。でどっかヨーロッパ文学的でもあるけれども、伊藤さんに聞きたいんだけど、はい、今度受賞でですね、はい、審査翻訳でやってますね。そうらしいですね。そうらしいですね。いや私もだから僕は翻訳者にのおかげが非常に多いわけですけどね、はいはい、おそらくいい役だったんだろうと思うんです。そうでしょう。で翻訳ばかりじゃなしね、はい、サイレンスリッカーとかキーンとか、はいはい、フランスの作家なんかでもそうですけども、はい、私にかなり応援してくれてる人もあるんですよね。はいはい、
で、だから翻訳者がまあ、半分もらったのか、あるいはね、3分もらったら、わかりませんけどね、日本語で審査されてない。非常に良心的に、厳密に、辞退するのは本当かもしれない。そうですね。どうなりますか、それはとんでもない。いや、しかしですね、それはもうやっぱり私賛成するわけにいきませんですね。私どもやっぱり、外国の諸国の文学を日本語でほとんど読んでおります。私なんか英語を商売にした人間でも日本語で読んでおります。それでやっぱり分かったつもりでおりますから、いい翻訳だということもですね、なんて言いますか、なんて言いますか、やっぱり原作の再現をできるだけ忠実にやるということですから、まあ、日本語で読んでもらうチャンスはなかなかしばらくの間はないでしょうから、これはもうそういうことを辞退するなんてことを考えていただくと困ると思うんです。まあね、そんな深刻には考えないんですけれどもね、まあしかしそういう考え方も確かにあるんじゃないかと思いますよね。ただそれはもう日本のサッカーの永遠の宿命ですね。そうです。私はこれから先日本語がほとんど永遠に近いでしょうね。ほとんど永遠に近い宿命でしょうね。日本語が自由に向こうの人は読みこなせて、普通の教養の中で読みこなせるっていう人が来る。前に東洋でタゴールがもらったけど、あれはベンガル語でも書いてるけれども、おそらく英語で読まれたでしょう。あれはあの人は英語で書いたんじゃなかったでしょうか。英語でも書きました。ベンガル語でも書いたんじゃないですか。そうですか。知りませんけど。いや、私が読んだのは英語ですけど。そうです。大変優しい英語。そうです。わかりやすい英語でございました。だからそういうやっぱり翻訳で書を出すっていうのもあったんですかね。いや、まあ大体そういうことじゃないんでしょうか。大体孤立言語のところはみんなそうなんでしょ。あれはフランス語か英語、ドイツ語ぐらいまでじゃないですか。ユーゴスラビアなんていう人の去年ですか、一昨年ですか、ああいう人はやっぱりなんか翻訳で読んだに違いないですね。ロシア語でもそうじゃないでしょうか。ただあれですね、このノーベル賞ってものは非常に華やかなものですけども、これだけ華やかな国家的な栄誉をね、お受けになるその川端さんを拝見するとね、私はよく思い出しますのはね、昔もう昭和23、4年頃でしたか、ここのお宅お移りになった頃伺いましてね、でこれから仕事しますって言って向こうへ書斎へおいでになるんです。でその後ろ姿を拝見するとね、私いつも春勢だと思ってたんですよね。これからまたね、川端さんがね、春勢の日よけの隊というんですか、あれを始めになるんだと、そして日よけを囲まれて言われるんだろうと思うとね、何とも言えない気持ちがしたことがあるんです。そうするとね、芸術の仕事というのはこういうね、非常に孤独な苦しい深夜のね、机の上の仕事、これとね、国家的なこういう栄光との間をね、つなぐものですね。これは実に不思議な働きだと思うんですよ。でこれがね、誰のためでもない、川端さんお書きになったのは誰のためでもなければ、本当に芸術がそこで自然にできてですね、苦しまれて書かれた、それがね、こういうものにつながるとか、僕は芸術のありがたみでもあり不思議でもあると思う。他の仕事は何かで広がりの上で捕まるわけですな。これだからそうじゃないです。もう深夜の川端さんの机から直接にこのノーベル賞に通じてる、その感銘が私は非常に深いんですね。でことに川端さんがいろいろ社会的活動されますけども、普段この賑やかな活動されながらも非常に仕事に苦しまれる方ですから、その孤独なお時間とね、これとつなぐものっていうのは私一番感銘が深い。そうですね、まあさっきの話のつまりある意味で言えばしかし苦しむっていうのは怠けた結果でねそうおっしゃっちゃえばおしまいですが、だけど怠けてるから今まで生きてたんでしょうねしかし怠け方って難しいです。ノーベル賞も怠けた結果だってことで力まないっていうことはとっても難しいことで、剣道の極意なんですよ、それは。本当にどこにも力まない、怠けるってことと力まないってことはほとんど全然別なことで、見た目が似てるだけでとは思いますですね。やっぱり文章でも川端さん怠けていらして、ところどころでおっかない人になるわけですね、
それでもうやっぱりそういうリラックスっていう言葉とは違うんだけれども、無為の行間難行間があって、時々そしてその無為ということを前提にしてある結晶が出てくるというのは、私川端さんの文章の成り立ち方の出来方だと思うんですけども、そういうところで怠けてこられたっていうことは、ある意味じゃ充実するための必要な行為であったということじゃないかと思いますが、例えば一番端的な例が山の音ですね、はい、山の音で山の音が聞こえてくるとございますね、あれ行と行がベーンベーンとこう飛躍してるんですね、あの間がとても恐ろしいんです、行と行の間が。ああいうものは川端さん流に言えば怠けたから得られる効果なんじゃないですか。それですか、西洋人が俳句とか連歌とかいうのは。かもしれませんね、かもしれませんね、そのジャンプするところですね。そう異論は唱えるつもりはないですけどもね、俳句連歌と片付けられてもちょっと不服もあるんですけどね。そうですね、連歌なんかでも連想の芸術でしょうけどね、一人の幻想じゃないですかね。これは私はね、ヨーロッパ諸国から見ましてもですね、川端さんのご受賞で、つまり日本文学っていうものがヨーロッパの普通の、ただ日本文学とかフランス文学ってじゃなくて、ヨーロッパの普通の意味の文学の範疇としてですね、迎え入れられたと思うんですよ。それまではどうしてもですね、特殊な異国のものであるという感じがした嫌いがあるんですけどね、ことにフランスなんかそうじゃないでしょうか。フランスの受け方なんかまだ存じませんけれども、おそらくこのご受賞でですね、川端さんの文学はもうつまり文学なんだと、それ自体が、それをあと何も注釈いらないんだっていう、ノーベル賞ってことはね、注釈ですけども、かえって注釈をなくさせるっていう作用が非常に強いと、そういう意味でね、国際的に非常に僕はいいことだと思いますね。つまりこれは変わったものじゃなくて、これも当たり前のものであって、これが文学だと、我々が単にそこを知らなかっただけだということになるとですね、昨日も篠田一志君と話しててね、そういうふうになることが非常に望ましい、向こうに驚きを与えながら同じ仲間に入っていくことが望ましいということを話し合いました。で、なんといってもヨーロッパ圏へ入るっていうことか、あるいはアジア圏へ入るってこと、これがどうしても今文化の上ではですね、残念ながらまだそういう点でですね、歴史的な差がありますから、その点では今世界文学というものを考えるとどうしてもそこは行かざるを得ないですね。その点では一番いいことだと思います。日本文学を昇華してって取り入れて、それを養いっていうか新しいフィールドにするということが残された地球上の唯一の文学の新分野ですね。そうですね。もうそれしかない。僕のようなのが日本文学の代表だと思われるところは困るですね。どうして困るんですか。全然困ることそれ困るな、一番。いや、それがですね、ある意味じゃ川端さんが一番分かりにくいわけです。日本文学の中でも分かりにくいわけです。それで我々はさっきも三島君と話し合ったけど、その分かりにくい川端さんが受け入れられることがですね、分かりやすい人を受け入れられるのと違った意味があるということを話し合ったんですけども。例えばアメリカ文学のフォークナーが一番難しいですね。そういう意味でおそらくね、僕はこれから書くとすれば西洋人にもっと分かりにくいのを書くと思いますよ。そうですね。それでいいんじゃないでしょうか。これ今から川端さんにこれからの作品をお書きなさいって押し付けるのは今お疲れのとこ悪いけども、私はもうぜひ拝見したいと思ってるのは前から伺ってる足利義久の話ですね。あれを前から私伺っててね、早くお書きにならないかなと思って楽しみにしてるんです。東山時代ってね、興味があるんですけどね、東山時代の何ですか、文学者の文化人の生き方ですかね。具体的にはまだ近くいつなんていうことはお考えになっていないんですが、
そうすると今は源氏もやってらっしゃいますか？やってます。あれはしかし翻訳はまあ不可能って言えば、まあ翻訳は全て不可能なんでしょうけれどもね、言ってもいいわけですし、でそんなに読みにくいもんじゃありませんね。読みにくいって少し慣れるとですね、少し慣れたら大抵の人が読めるもんだと思いますね。そういちいち軸の意味が分からなくてもいいもんだから。注釈あんまり見てると嫌になっちゃうんですね。注釈を見ないでただ読んでるうちに分かってくるもんじゃないでしょうか。まあこれで来月の10日ですか授賞式あるそうですけど、おいでになりますでしょう。まあ行った方が礼儀にかなうと思ってますけど。そうですね。まあ寒いところですから。寒い鳥ですからね。病気でもしたらどうだか分かんないけどね。気をつけて。まあしかし暑いとこいらっしゃるよっぽど私は安心ですわ。暑い国が一番怖いですな。そういう点では病気その他病気その他、それはもう暑い国の方が恐ろしいんで、本当にあそこはもう実に清潔そのものっていう国ですからね。風邪さえお引きにならなければ非常に気持ちのいい空気もいいし、あとは今度はヨーロッパなんかお回りになるまだご予定ないですか？思考次第ですね。そうですね。まあ北ヨーロッパはそうですね。昨日から今日にかけて皆さん押しかけてきて本当にお疲れになったでしょうが、あとどうぞお気をつけて、まあ大勢押しかけていらっしゃるって言えばいらっしゃるんですけれども、まあ喜んでいただいてるんだろうと思って、嫌な顔したこともあるでしょうけど食べれるもんですから何分ね。いやもう本当にもうさぞ大変でいらしたろうと思うんです。大体これぐらいで、それではそうですね。まあとにかくこれから次々とやっぱり、ノーベル賞、その他の賞をもらう人は日本のサッカーに出てくると思いますし、十分その力あると思います。そうですね。まあ我々もまたこれから後の川端さんのお仕事本当に期待して応援したいと思います。失礼しました。